こんにちは、ちぼです。今日は使わないと損、海外旅行に必須の紙アプリ9選を紹介します。今回は視聴者さんからのリクエスト企画になります。リクエストくださった視聴者さんありがとうございます。今回はですね、私が海外旅行の時に航空券やホテルの予約に使うアプリだったり、あとは旅先で使っている便利なアプリなど9選を紹介しようと思います。まずは自己紹介です。ちーぼーと申します。ちーぼーチャンネルでは旅行の Vlog からパッキング動画だったり旅行にまつわるコンテンツをアップしています。ぜひよろしければ遊びに来てください。そしてまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。本編ではお得な割引が効く紹介コードをお伝えしてますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずは航空券予約アプリから紹介します。私が使っている航空券予約アプリはスカイスキャナーです。スカイスキャナーさんは各航空サイトを一括で見て比較できる料金比較サイトになっています。片道や往復はもちろんのこと、周遊旅行なので複数都市を巡るっていう場合も航空券の検索ができます。そしてとても操作しやすいです。おすすめ順だったり価格順だったりそれぞれにソートがかけられるので、自分のニーズに合った航空券の探し方ができます。フライトの出発時間を絞り込んで検索するっていうこともできるので、この便は夜に出発したい、でもこの便は早朝に出発したいみたいな、そういった細かいことのニーズも合わせて検索できるので、とっても飛行機のチケットを探しやすいかなと思います。そして航空会社のチェックも付け外しできるので、この航空会社に乗りたいとか、またその逆も指定することができます。またとても便利な機能にアラート機能というのがあります。自分の行きたい経路を登録すると、その値段が安くなったり変動したタイミングでお知らせの通知が来るようになっています。なのでちょっとでも安くチケットが買いたいっていう方は登録して、アラートが来たタイミングで安く買うっていうことができるのでおすすめです。またこちらは一括で検索して比較できるサイトになってますので、チケット会社さんの口コミなんかも確認することができます。予約サイトによってサポート体制というのは様々ですので、航空券予約サイトの評価なども気になるっていう方はそちらも確認していただけるのがいいんじゃないかと思います。ちなみに私はウズベキスタンの時はキウイ、マレーシアの時はトリップドットコム、エジプトとトルコは GoTo ゲートとトリップドットコム、モロッコは HIS で、カンボジア、ベトナム、香港はトリップドットコムでした。参考までに。以上がスカイスキャナーさんです。続いてはホテルの予約アプリブッキングドットコムです。ブッキングドットコムさんは世界中で利用できる宿泊サイトになっています。会員登録をして予約をすると、予約数に応じてジーニアスっていうステータスがアップするっていう仕組みになっています。ステータスが上がると宿を割引価格で予約できたり特典がついたりするので、とってもお得です。定期的に海外旅行行ってますだなんていう方はぜひこの会員登録をしていただくとお得なんじゃないかと思います。検索の際に宿泊施設のタイプから朝食のありなしだったり Wi-Fi ありなしだったり中心地からの距離などいろんな検索のソートがかけられるので、ニーズに合わせた宿選びというのが可能になっています。実際に宿泊したユーザーからの口コミや評価なども確認できます。清潔感だったり Wi-Fi だったり項目ごとの点数なども見れるので、こだわりのある方というのはそちらの項目を確認していただくと見やすいかなと思います。気になったホテルはお気に入りにして後でまとめて比較するっていうこともできるので、いろいろ見てから決めたいっていう方もとても選びやすいんじゃないかと思います。またアプリ上で予約した宿のスタッフさんと連絡が取れるので、ツアーだったり送迎などの手配などもそちらから可能となっています。必要な方はホテルの予約と合わせてレンタカーの予約などもできるようになっています。予約が完了すると予約表というのがマイページから確認できるんですけど、パソコン版だけかもしれないんですけど、日本語の予約確認表と現地の言葉っていうのがね2種類ぐらい確認できるんですよ。なので不安な方は現地の言葉で書いてある予約確認表を印刷したりスクショ取っておいたりとかしておくと安心かなと思います。私はウズベキスタンでは最初アゴダを使ったんですけど、それ以降はずっとブッキングドットコムを使っています。で会員登録してステータスも溜まっているので、結構割引価格で宿を予約できたりなど恩恵を授かっております。以上がブッキングドットコムです。続いてはツアー予約アプリ Get Your Guide さんです。
前提として私そんなに現地ツアーはいっぱい参加したこととかいっぱい利用したことはないんですけど、モロッコの旅行の時に砂漠ツアーでゲットユアガイドさんのツアーを予約しました。世界中で利用できるツアーサイトになってます。エリアやアクティビティを入力して検索かけることができます。検索では予算やツアーの時間帯、またガイドさんの言語などを絞り込んで検索することも可能になっています。口コミや評価も確認できますので、そこから自分好みのツアーを探すことができます。ツアーサイトだと他に KK デーさんとかベルトラさんとかありますね。ベルトラさんは日本の会社なので安心して使いやすいかもしれないです。以上、ゲットユアガイドさんでした。ここからは旅先で役立つ便利なアプリを紹介します。まずは eSIM アプリエアラオさんです。eSIM のアプリでは評判のいいアプリかなと思います。旅慣れた方からもね、おすすめをされました。私はマレーシアの時はマレーシア限定の eSIM、そして香港、ベトナム、カンボジア旅行の時はアジア周遊パックといったパッケージのものを選んで利用していました。どちらも問題なくサクサク利用できました。で、安かろう悪かろうでウズベキスタンの時は激安の eSIM を利用したんですね。で、その結果ですね、ヒバとブハラで全く使えないっていうことがあって、本当にほとんど使えなかったです。お店のレストランとかホテルに入った時の Wi-Fi を使ってでしかスマホが使えないっていう状態になったので、安いからっていうので飛びついてね、買ってしまって利用できなかったっていう経験があったので、それ以降はエアラオさんを使うようにしています。また途上国などでは eSIM があまりつながらないっていうこともあるというような話を聞いたことがあるので、行く国、渡航先によって私も eSIM にするか現地 SIM にするかっていうのは選んでいます。ちなみにエジプト、トルコ旅行とモロッコの時は現地の SIM を利用しました。ドバイ旅行では KK デーの eSIM を利用しています。そしてこちらが紹介コードのご紹介になります。私がご紹介するこちらの紹介コードを利用していただくと3ドルお安く割引が効くようになっています。ぜひ海外旅行で eSIM 使いたいななんていう方は、ぜひこちらの紹介コードを入力していただくと3ドル割引で利用できますので、ぜひ皆さん利用してみてください。空港のカウンターで現地 SIM を買ったり設定してもらうっていう時間が惜しいなっていう方だったり、サクサク簡単に自分でパパッとセッティングしたいなっていう方にはとてもおすすめになっています。ぜひこちらの紹介コード利用してみてください。以上、エアローさんでした。続いては、これは皆さんあったら超便利ってうなるアプリ、バウンスさんです。これは実は私まだ使ったことがなくて、というのもエジプトのルクソールで電車一緒に相席した人に教えてもらったアプリになるんですね。なのでまだ私は使ったことがないんですけど、どんなアプリかと言いますと、旅先の街での荷物預かりサービスのアプリなんですね。旅先の街で荷物を預かってくれるっていう人だったり、大体カフェとかお店が多いんですけど、そういった方がアプリのマップ上に登録してあります。で、そちらで荷物を預かってもらうっていうサービスになっています。日帰り観光だったり、その日の夜に移動しちゃうから、その土地でホテルを予約していないとか、駅からホテルが離れてますとか、トランジット観光みたいな方におすすめかなって思います。大きい荷物を持って1日歩くのはちょっとなーみたいな方にいいかなと思います。コインロッカーとかがあればそういったところを利用するっていうのがいいと思うんですけど、海外とかだとなかなかね、都合のいいところにそういったものがどこにでもあるってわけではないと思うので、ぜひ荷物ちょっと預けたいなみたいな方とかはおすすめです。ちなみにこれは日本国内でも使えます。日本でも地図見てみると、どこにでもあるってわけではないと思うんですけど、都内とかだとねいっぱいされてます。なので海外旅行とかじゃなくても、普通にね国内でちょっとお出かけの時に荷物ちょっと預かっててほしいな、でも近くにコインロッカーないなみたいな時は、海外旅行以外でもちょっと使えるんじゃないかと思います。ただこちらはコインロッカーではなくて預かり先の都合もありますからね。お店だったり個人の人だったりするのかな、お店だったりカフェだったりするので、預け先の都合というのもねきちっと考えて、節度ある利用を心がけていただきたいなと思います。私も今後の海外旅行で使う機会があれば、ぜひこれは一度使ってみてレビューとかもしてみたいなとは思っております。以上、バウンスさんです。続いてはもう超必須ですね、 Google 翻訳です。便利な時代ですよね。
私は買い物やレストランとかで読めない現地の言葉があった時にそれをカメラでこう撮って読むっていうのをよくやりますね。やっぱそれすごく便利だなと思います。また言語をダウンロードしてオフラインで使用できるっていうのもポイントかなと思います。旅先で助けられることは間違いなしですし、現地の方だったり世界中の旅人の方とお友達になれちゃうかもということで、ぜひこちらはもう必須ですね。 Google 翻訳になります。合わせて Google マップさんですね。こちらもダウンロードをしてオフラインで使用することができます。自分の行きたいところとか気になるお店なんかをピン刺して保存しておけばすぐにね見えるようになるので、とても便利かと思います。やっぱり旅先って土地勘がないですからね、ピンを刺しておけば自分の行きたいところの位置関係っていうのも把握できますので、とっても便利だと思います。ぜひこちらの Google マップも使ってみてください。続いては現地でのお友達作りに役立つ WhatsApp です。コミュニケーションアプリは日本では LINE が主流だと思うんですけど、海外だとあんまり LINE 使ってる国ってそんなにないんですよね。本当多分東南アジアの一部とか少ないので、いろんなコミュニケーションアプリがありますが、利用者が一番多いのは WhatsApp ということで WhatsApp がおすすめです。一緒にね出会って撮ってあげた写真を送り合ったりとか、その後の交流などでも使えます。ウズベキスタンの時はね WhatsApp をダウンロードしてなかったんで、ウズベキスタンで出会った子とかともねあんまりそういうの交換ができなくて反省したんですけど、それ以降は WhatsApp をダウンロードして現地で仲良くなった方とかはね交換して写真を送り合ったりとか、その後の情報交換だったりそういったことの連絡のやり取りができるようになりました。ぜひおすすめです。 WhatsApp 撮ってみてください。そして最後はグラブや Uber、カリームなどの配車アプリです。国によって様々な配車アプリがあります。そして海外だと基本的にタクシーとかって価格交渉制なんですよね。慣れない土地と慣れない言語で価格交渉するっていうのは結構気力的にも体力的にも結構消耗しやすいと思います。なのでアプリのある国は配車アプリを使うのがおすすめです。東南アジアだとグラブ、あとは中東とかアフリカエリアだと Uber とかカリームが使えましたね。グラブや Uber は大丈夫だったんですけど、現地の番号がないと登録ができないとか使えないっていう配車アプリもあるようなので、そちらは注意が必要になります。ちなみにね、ウズベキスタンの時はそうだったらしくて、私ね最近視聴者さんからのコメントでやっと発覚したんですけど、私はウズベキスタン旅行行った時にヤンデックス GO が使えなかったんですね。で使えなかったみたいのを Vlog でよく喋ってはいるんですけど、私 eSIM だったんですよ、ウズベキスタンで。現地の番号がないから登録できなかったみたいなことらしくて、現地に行ってから現地の番号を、取得してから登録するとできるらしいです。私何も知らなかったから、そういうことだったんだ。確かに現地で出会って同じくウズベキスタンでヤンデックス GO 使えなかったって言ってた子 eSIM だったわって気づいたんですよ。なのでもしかしたらその国のアプリによってはその現地の番号がないと使えないっていうことがあるかもしれないので、そういった場合は eSIM ではなく現地の SIM を使って登録をする作業が必要になると思います。なのでその国がどうかっていうのはちょっと細かく各自調べていただくのをおすすめします。以上が配車アプリです。以上が私が海外旅行で使うアプリ9選の紹介でした。誰かの旅のヒントや参考になれば嬉しいです。またこんな便利なアプリもあるよや実際に使ってみた感想などもコメントいただけると嬉しいです。チーボーチャンネルでは今まで行った旅の Vlog や旅先の購入品、またはパッキング動画など様々な旅にまつわるコンテンツを発信しています。この動画が面白いと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。